あなたの婚約者の正体が凶悪な犯罪者だとしたらどうしますか？今からおよそ100年前、現在までフランス史上最も有名と語り継がれる裁判が行われました。被告人はアンリ・デジレ・ランドリュー。かの喜劇王チャールズ・チャップリンの映画のモデルになった人物。しかし、ランドリューが行ったことは喜劇ではなく、まさに惨劇。彼は女性の弱みにつけ込み、金銭を奪うなどの卑劣な行為を繰り返していったんです。そして、この男、極めつけは自宅の暖炉で、婚約者を焼却したんです。女性を騙し命まで奪う卑劣な男、アンリ・デジレ・ランドリー。最低最悪な人間かと思いきや、彼にはある魅力があるんです。彼の手にかかれば女性は皆恋に落ちたんです。おさす、コロナ終わったら絶対に海外旅行行くケンちゃんです。燃え尽きるほどの恋がしたい闇闇子です。すればええやん。本日ご紹介するのはですね、チャップリンの殺人狂時代っていうね、映画のね、モデルにもなったアンリ・デジレ・ランドリューというね、国民的人気を誇るね、スターと言ったらあれですけどね、そういうポジションに、ね、なったね、奇妙なね、話なんですよ。でも時々ね、なんかアルゴメトリーでも取り上げる人でも、殺人鬼とかでもファンがいるわよね。まあそうですね。まずはね、その裁判の様子から見ていきましょう。フランス中が注目した裁判。遡ること100年ほど前の1921年、フランス・ベルサイユが今回の舞台。11月7日、この日、フランス史上最も有名な裁判が行われたんです。この裁判の人気は凄まじく、裁判所があるベルサイユへ向かう列車は傍聴希望者で満席になるほど。みんな暇かい。裁判の被告人はアンリ・デジレ・ランドリュー。彼は10人もの未亡人を次々と口説き落とし、多額の金を騙し取った結婚詐欺師。彼の手にかかれば、女性はたちまち恋に落ちます。そして、その色男ぶりは裁判の中でも発揮されるんです。それは傍聴席に遅れてきた女性が座る席がなくて困っていた時のこと。女性の様子に気がついたランドリューは、よろしければどうぞと言って自分の被告席を進めてきたんです。このような女性を気遣う様子やスマートな立ち振る舞いが話題となり、フランス中で人気を集め裁判が注目されたんです。その人気は凄まじく、全国から菓子やタバコが差し入れられ、なんと結婚の申し込みが相次ぐほど。さらにはその年の総選挙で4000人ほどが投票用紙にランドリューと書き込むということも。このようにフランス中の女性からモテモテなランドリュー。メトラの皆さんは、この男はさぞかしイケメンなのかと期待が高まっていると思います。ランドリューはなんとハゲた中年男性だったんです。彼はこの時52歳で身長も小柄でした。イケメン期待してたのに。国によって違いますよね。この人イケメンなのフランスで。いやそれ人によるんですけど、やっぱフランスとかって年齢が高い女性の方がモテるんですよ。いろんな人生経験豊富だからって見られるんで、若いフランスの男性って年配の女性好きみたいなの結構多いんですよね。女性の心をつかむためには見た目よりも中身ということを証明したカリスマ結婚詐欺師ランドリュー。しかし彼が犯していた罪は結婚詐欺だけではありませんでした。なんとランドリューは10人もの未亡人に結婚詐欺を仕掛け、金銭を騙し取っただけではなく全員を殺害していたんです。彼の犯行の手口は未亡人の心につけ込んだ卑劣すぎるものでした。でも見た感じ普通のおっさんなのによく女の人ついてくるわね。金持ちってわけじゃないんでしょこれ。実はね、このランドリューがモテたのはね、こう時代背景もね影響してるんですよね。希代の結婚詐欺師。時は遡り1914年、第一次世界大戦が勃発して間もなくのこと。大戦中は毎日のように多くの兵士たちが戦死していました。そのため、夫と死に別れた未亡人が次々に生まれた時代でもあったんです。新聞では毎日のように未亡人となった女性から伴侶を求めるための広告が。すげえ時代だな。当時45歳のランドリューはこれらの広告を目にし、あることを思いつきます。それは自分も同様の広告を貼り出し、伴侶を募集すること。今でいうマッチングアプリみたいなもんこれ。そうっすよね。なんかそのマッチングアプリの広告出すバージョンだから、超なんかアナログなね、枠に自分の顔ペタ募集みたいなね。アナログなやつ。そんな感じで出会ってたのね、昔の人は。アンドリューが新聞に広告を出し伴侶を募集する理由はもちろん金銭のため。未亡人に近づき結婚を約束して信頼を得ることで資産を奪おうと考えたんです。東方、子供が2人いる男やもめ、十分な収入があり愛情豊かで真面目社交界に出入りあり、結婚を前提に未亡人と付き合いたし。そんな広告を新聞に貼り出すと効果はてきめん。何日もしないうちに切々と苦境を訴える手紙が山のように届くんです。そしてランドリューはこれらの手紙を吟味。金持
持ちそうな未亡人にターゲットを絞りました。そして1914年12月、ランドリューはパリ郊外にアパートを借り、ここを犯行の現場として殺人に手を染めていくことになるんです。最初にターゲットとなった女性はジャンヌ・キュシェ。戦争で旦那を亡くしたばかりで16歳の息子と2人で不安な日々を過ごしていました。そんな中で新聞の広告を目にしたジャンヌはランドリューに手紙を出したんです。幾度か手紙のやり取りをする中でジャンヌの親が資産家だと知ったランドリューは偽名を使いジャンヌと会いました。そこで彼はその2ヶ月前にドイツ軍に占領されたフランス北部の町リールから逃れてきたばかりだと語ったんです。さらにランドリューは自分は郵政局の職員でジャンヌの息子に安定した官庁勤めを紹介するとも約束したんです。それらはもちろん全て嘘ですが、将来への不安を抱えていたジャンヌにとっては渡りに船なんです。こうしてジャンヌはランドリューの嘘を盲信してしまったんです。要するにランドリューはジャンヌの心の隙間に入っていったんです。その後、関係を続けた2人は結婚を約束。ジャンヌは家族にランドリューを紹介します。しかし、ジャンヌの家族はランドリューをどこかうさんくさい男だと感じていました。そのため、ランドリューが帰った後、家族たちはジャンヌに、あの男はおそらく詐欺師だからやめておけ、と忠告します。しかし、ランドリューをすっかり信用しきっていたジャンヌに、両親の言葉が届くはずもありません。ジャンヌは家族の反対を押し切ってランドリューと一緒に暮らす道を選ぶんです。しかし、この1年後の1915年1月15日を最後に、ジャンヌ親子は消息を絶ってしまいます。その日、アパートの隣人はランドリューの家の煙突から激しく立ち上る煙を目にしました。その煙は肉を焼くような強い匂いがしたといいます。その後、近隣住民からの苦情に応じた警察がランドリューの元を訪れます。しかし彼はガラクタを燃やしていただけだと弁明するだけ。完全に遺体燃やしてろよ。まあそうなんですよね。ランドリューは、ジャンヌ親子ね、殺害後も同じ手口でどんどん結婚詐欺をね、展開していくんです。ランドリューはわずか3年足らずの間に同様の手口を使い、7人もの女性に結婚詐欺を仕掛け殺害。遺体は全て大型ストーブで焼却し、証拠を隠滅しました。ランドリューは当時のパリに溢れていた多くの戦争未亡人の一人孤独に追い迎えることを恐れる心につけ込んでいたんです。未亡人たちの前に現れたランドリューは、容姿はともかく巧みな話術に加えて真面目そうに振る舞っていたんです。そのため信頼のおける求婚者に見なされたんです。またランドリューのハゲ頭やその年齢があたかも父親のような頼りがいのある存在に見えたといいます。これも女性たちを引きつける要因の一つとなったでしょう。今でもさ、この結婚詐欺ってあるみたいだけど、防ぐ方法とかないのかしらね。なんか真剣に本当将来のこと考えてる人たちがかわいそうなんだよ、今の時代でも結婚詐欺まだまだあるんですよ、というのも結婚相談所とかね、マッチングアプリみたいなこう出会いの場っていうのがデジタルの力によってね、どんどん増えてるんで、それをきっかけにね、人を騙そうみたいなやつがね、むしろ増えてるんですよ。そこで今回はね、結婚詐欺についてなんです。本日のメトラキーワード。結婚詐欺とは、結婚する意思がないにもかかわらず、結婚をほのめかして異性に近づき、金銭を巻き上げたり、心身をもてあそぶ行為なんです。この結婚詐欺は、古今東西同じような手口で行われています。結婚詐欺の一般的な手口は、まず、好意があるふりをして相手に近づき、恋人関係になって結婚をちらつかせます。その次に、親が事故にあって、事業が失敗して、など、急な理由をつけてお金を要求するんです。最初は少額なんですが、次第に借りる金額が大きくなっていきます。そして、ある日突然、姿を消すんです。以上がね、王道パターンなんですけど、騙されてないですかね。恋愛で騙された経験ないですか？私が気づいてないだけかも。マジやん。さらに結婚詐欺の厄介なところは、詐欺の疑いがあっても証拠が乏しいという部分。事件として立件することが難しく、警察に相談しても動いてくれる可能性が低いんです。もし結婚詐欺をされているかもと思ったら、まずは弁護士に相談して一刻でも早い対応をしてください。恋愛感情と将来への期待とかさ、それ全部ひっくるめて騙してんでしょ。ほんと卑劣すぎるわよ。なんか恋愛でもさ、ビジネスでもなんか相手の気持ちをね、こう考えて、先んじてこうどうしようみたいな。まあよくも悪くもこう考える戦略というかさ、思いやりというかさ、なんかそういうのってこう大事っすよね。はい。ほんと騙す側。で、10人もの人を騙し、さらに殺害までしてしまうこのランドリー。ついにこのランドリーに疑いの目が向けられていくんです。陽気な容疑者。1919年4月、第7の被害者であるビュイッソン夫人の妹ラコストは、姉がランドリューと婚約したことを機に音沙汰がないことを心配していました。この頃からラコストはランドリューを不審に思っていました。そしてある日、その疑いは確信に変わります。それはラコストがパリの街を歩いている時のこと。なんと街中でランドリューが姉ではない若い女と腕を組んで歩いているところを目撃するんです。ランドリューを見つけたラコストはその足でパリ市警に駆け込みます。姉という婚約者がいるにもかかわらず、若い女と歩いていることや、何よりも姉の消息がわからなくなっていることを訴えたんです。警察はラコストの訴えに耳を傾け、何らかの事件性があると判断。そして警察はついにランドリューのマンションへと踏み込んだんです。警察が部屋の中に入ると、ランドリューは裸の女とベッドの中にいるところでした。
そしてこの後ランドリーの犯した罪が明らかになります。実はこれまで彼が騙していた女性はとんでもない数だったんです。警察からラコストの姉のことを尋ねられたランドリューは顔色一つ変えずにベッドから出ました。それどころかシャツを着ながら陽気に鼻歌を口ずさんでいたんです。こうして死刑に確保されたランドリューは車でパリ市警まで護送されました。その途中、警察は彼の様子がおかしいことに気がつきます。どうやら上着のポケットにある何かを車外に捨てようとしていたんです。それに気がついた警察はランドリューの手首を押さえつけ、ポケットの中から一冊の黒い手帳を押収。実はこの手帳、ランドリューがターゲットにした女性たちの詳細なデータベースだったんです。手帳に記された女性たちの人数はなんと283名。そして手帳に記された283名を調べ上げると、その中には行方不明者となっていた10名の女性の名前も。この後、警察がランドリーの自宅を家宅捜査すると、家の地下室にあるストーブの灰の中から無数の身元不明の骨を発見。こうしてランドリーは10人の女性たちを殺害した容疑で逮捕され、裁判が開始されたんです。卑劣な手口で殺人を繰り返したランドリーなんですが、殺人に手を染める以前はどこにでもいる平凡な男に過ぎませんでした。では、彼は一体なぜこのような残虐な犯行に及ぶようになったのでしょうか。そのきっかけは彼自身の不幸な人生にありました。今更生い立ちが不幸とか言われても同情の余地なしよ、これは。平凡なね、男がね、いきなり変貌したきっかけとは一体何だったんでしょうか。殺人鬼の誕生と終焉。遡ること約150年ほど前の1869年4月12日、ランドリューはフランス・パリで生まれました。両親は敬虔なキリスト教徒。そしてランドリューもまたキリスト教の学校に通い、真面目な学生生活を送りました。高校卒業後は地元パリの建築事務所に就職。そして20歳の時に結婚しました。5年後の1894年に独立して自ら建築事務所を構えます。その後も真面目に仕事をこなし、3人の子供を設けたランドリューは家族を養うために懸命に働きます。平凡どころかめちゃくちゃいいパパじゃないのよ。いや、そうなんですよ。いい夫であり、いいパパなんですけど、この後ね、ランドリューがね、犯罪に手を染めてしまうね、きっかけが起こるんです。それは彼が経営する建築事務所でのことでした。建築事務所でランドリューはその収入の一部を積み立てていました。そしてその金は全て一人の事務員に管理させていたんです。しかしある日突然、その事務員が無断欠勤。事務員に連絡を取ろうとするも音信不通。もしやと思ったランドリューが金庫を確認しに行くと、中は空っぽになっていました。そう、積立金は全て事務員が持ち逃げしてしまったんです。それによって得意先への支払いも滞ってしまい、ランドリューは頭を抱えました。このままでは一家5人が路頭に迷ってしまう。そう考えたランドリューはどうにか生活費を捻出するため詐欺を働くようになるんです。なんでやねん。その後ランドリューは小さな詐欺事件を繰り返し、何度も刑務所を出入り。そんな中で彼は冒頭でもお伝えした新聞広告を見て、未亡人たちを騙す結婚詐欺の手口を思いついたんです。ちなみになんですけど、未亡人たちと会ってる間もランドリューはね、律儀に家族の元に帰っていたんです。欲が深いのかしらね、この人。いろんなところで八方美人でいい面見せようとして。多くの未亡人を卑劣な手口で騙し、10人もの罪なき命を奪ったランドリュー。フランス中の人々に見守られ、ついに裁判の判決が下されます。冒頭のような裁判中のパフォーマンスで国民的な人気者となったランドリューにどのような判決が下るのでしょうか。そこで裁判長が下した判決は死刑。判決の決め手は陪審員でした。全ての状況証拠がランドリューの犯行を裏付けたことや、戦争未亡人の心細さをついた手口の卑劣さに皆嫌悪感を抱いたんです。こうして死刑となったランドリューが処せられるギロチン台は皮肉なことに未亡人のあだ名で知られていました。そのため人々はこのギロチン台のことをランドリューが騙すことのできなかった唯一の未亡人と噂したそうなんです。なんだそれ。